アンニョン、こちらのヒゴンさんを招いております。ヒゴンさんですね、東京でアメリカ式お笑いをやられてる方で、日本、韓国、アメリカのお笑い文化を経験された方です。この3国でのお笑い文化の違いって、どんなものなのか聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本に来て日本のお笑い、どういったものを見てどのように感じたのか。私、言葉を学ぶときに必ずコメディを挟むんですね。中学校の時にエンタの神様が結構テレビに出るじゃないですか。それがあまりにも好きで、録画して何回も見てたりしてました。当時日本の方は何で笑うのかなっていうのを、探っていくのがあって、今でも M1 はあったら必ず見ると楽しませていただいてるっていう。日本のお笑いの特徴ってどういうものですか？わかりやすいです。ロジックがシンプルなもので、2番に行きするものを探そうっていうのが強い傾向としてあるかな。で、あと、優しいんですよね。スタンドコメディやってる時事ネタだったり、その自分のすごい暗い話だったり、性行為に関する話だったり、日本では NG とされるテーマを探らなきゃいけないっていう。で、日本のお笑い、特に漫才とかそうじゃないですか。個人の話をするっていうよりは、その架空の状態を作って、ボケとツッコミを通じて、そのアクティングをしていくっていうのがあるので、優しくて、みんなが理解しやすいように作られてる笑いかなっていうふうに思ってます。アメリカは深い話突っ込むけど、日本は子供から大人で安心して見られる。そう、そこなんですよね。アメリカとかでそうするとつまんないよっていうこと言われると多いと思うんですけど、でもそれができてる。ジャンルとして成り立ってる。漫才とか、他の国ではないんですよ。アメリカには昔は漫才があったんですけど、それが今は全くなくなってる。コリアにもないし、中国でもなかったし。韓国のこのお笑いとはどのような違いがあるんですか？例えば、江戸時代から落語、講談で漫才、でそこにピン芸みたいな、そういう、ジャンルが明確に決まっていて、そのジャンルが自分たちで芸を深めるっていう感じで言ってるっていうものだとすると、韓国だと演劇に近いショートコント、ジャンルの多様性は少ないかなっていうのは印象的にあります。昔はですね、テレビで流してたんですよ。エンタの神様みたいなものがずっと流していて、それ毎週日曜日にやってて、国民みんなが見る番組みたいなのがあったんですけど、それが近年配信になっちゃって、視聴率が低くなって、じゃあ次のコメディの形は何だろうってみんな今葛藤してる状態かなって思うんですよ。日本だと M1 とか言って、かなり今もお笑いの人気は高いと僕は理解してるんですけども、韓国はそういう番組がどんどん廃止されて、そこにいる芸人さんたちがドラマとかその YouTube 番組に分散しちゃう現象ありますよね。ありますね。しょうがないんでしょうね。時代がね、誰もテレビを見ない時代になってしまったので、ライブコメディをやる形態もだんだんなくなってくるんだろうな。あと別の話なんですが、僕は正直日本のお笑いを見てギャグコードが合ってなくて面白くないかなと思ったりしたんですけども、ヒゴンさんはどう受け取ったんですか？私も正直なところ全部が受ける、全ての子に笑ってるかとそうでもないんですよ。でも言葉の頂点何かっていうとコメディって言われるんですよね。単語もそうですし、一句一句のそのパンチラインで出てくる背景もわからなきゃいけないし、総合アートなんですよ。だから僕らみたいなその違う社会から来た人にとっては難しいのは当然ですし、そうだろうなって思ってます。それにしても日本のコメディは割と打率高いと思うんですけどね。割となるべく単純に万人受けするように皆さんやってる感じが高くて、東京03っていうコメディアンご存知ですか？これ韓国語の字幕があれば僕らも全然笑えるんですよ。その喜劇を作る、ストーリーを作る能力が巧みな方々で、そういうものを見ると割と万人受けしやすい内容になるかなと思いつつも、それは難しいよねっていうのを、私も正直何回も見返して3ヶ月後ぐらいに、それかって分かるのがあったりします。おっしゃる通りですね。確かに僕も日本の芸人さんの中で、アキラさんだったりとか、ダウンタウンさんだったりとかすると、文脈的なテキストがなくても理解できるから、あれいいですよね。それ面白いなと思うんですけど、確かに僕が面白くなく感じるのは、ただ単にそこに理解が追いついてなきだけかもしれないなと思いながら。あれ難しいですよ。あれ訓練が必要です。で、ヒゴンさんの場合ですと、韓国と日本でのバックグラウンドがあるから、どっちかに入るかなと思ったんですけども、なぜそこでアメリカのスタンダップコメディみたいなところにハマったんですか？話は大学の時に遡ります。大学生の時にちょっとだけイギリスにいたんですよね。2ヶ月ぐらいいて、そこでインターンしてたんですけど、セールスの営業のインターンだったらとりあえずアポを取れててみんな電話しなきゃいけないんですよ。8時間ずーっと。でもね、いきなり僕が英語喋れるわけないじゃないですか。周りからスタンドアップコメディ見て練習してみなってなったんですよね。イギリス人を理解するためにはコメディを見ておいて、そこで全部コミュニケーションスタイルわかるから。そこがきっかけで、そこから日本に来て、親もないし、社会人だし、自由だし、趣味でやってみようか。今に至ってもずっとやってる。
っていう個人的なあれがあります。で、先ほどの話って、アメリカ式は日本と高度が違うって話あったじゃないですか。で、そうすると、アメリカのコメディを見てる日本の方々の反応とか、受け方って違うんじゃないかなと思ったんですけども、どうですか？全然違います。日本でコメディアンってコメディアンじゃなくて芸人っていう扱いですよね。芸をする人っていうこと。で、その芸人っていう言葉は江戸前からもずっとあったと思うんですよ。しかもその概念はあったと思うんですよ。あとはだからほら、落語とか講談の基本にあるからこそ今の日本のコメディがいると思うんですよね。で、それで特徴的なのが、芸なんですよ。いわゆる芸術作品なんですよね。だから観客さんも、いわゆる僕らがルーブル美術館行ってモナリザを見るように、芸術を見るために行ってるんですよね。だからコメディアンと観客の距離が遠いんですよ。見守ってくれるのが日本の普通のやり方。英語圏はそれが違ってて、スタンドコメディとか酒場で飲みながら、面白いらしい、聞いてみるみたいな感じでやるのが多分エッセンスにあるので、観客との距離がすごい近いんですよ。そこを間違えると、日本のお客さんにアメリカとかイギリスのノリで、最近どうですって聞くと、皆さん目がこう、何聞かないでよとかなるんですよ。じゃあ今の話を聞いて、仮に僕は日本人だったら、ハードルもありそうだし、怖いんだけど、なぜそこまでしてスタンダップコメディ聞きに行かないといけないのみたいな。その魅力を教えちゃってください。本音って大事だよなーっていつも思ってるんですよ。アメリカとかイギリスが面白くて、人種ごとに、あと階級ごとにコメディアンがいるんですよ。で、そのコメディアンたちはその階級の人たちを中心に営業するんですよ。だからいつの間にかその人たちは、その階級の例えばグループの代弁者になるんですよね。そういうのが面白いですよね。自分のね、人生いろいろあるじゃないですか。それをズバリ言うって、それ言語化するってすごい難しいことだと思うんですよ。でもコメディアンはその言語化をやってくれる人たちなんですよね。そこで出るカタルシスっていうこともある。その人を見に行くイコール似たような趣味趣向を持つ人たちだから、そこで友達もなりやすいですし。あと、仕事する際にも、こういう言い方だったらもっとね、営業投稿する際にも、お互いアットホームな環境でできるかもしれないという、いろいろ一種のスキルセットにもなるので、気楽にいらっしゃればいっぱい買いますので。あと踏み込んだ話もできそうですよね。例えば日本で韓国人だからこそできる、自虐ブラックジョークみたいな。あります。すんごい日本のお客さん優しいんですよ。笑ってくるんですよ、それ。で逆にそうやってほしいってコメントもらったのは嬉しかったです。ここまで踏み込んだみたいな題材はどういったの？最近ね、ドラマとか、かっこいい男の子見るじゃないですか。想像するじゃないですか。もうこれ現実やからねっていうことを、あんたら期待しすぎ私たちにっていうので、冗談してみたりとかはあったりしますね。じゃあ、日本の日常会話ではできないような話がたくさん聞けるかもですね。日常会ではこれ聞けない。会社出てないね。HR に通報された。だからこそコメディいいんですよね。本当に。ここは、ショーで起こったこと、ショーだけになるから、考え方の多様性を見る意味ではいいかもしれないですね。ありがとうございます。じゃあ、最後に、日本で、どういう、スタンダップコメディをやっていきたいのか。本音ですね。スタンダップコメディって良くも悪くも自分をさらけないといけないんですよ。僕がすごい好きなコメディアンの清水宏でくれたんですけど、いつも言われるのが、ネタって重要じゃないから、本当のこと言ってないので、観客の反応変わるからねっていうことをずっと言われたんですよ。もちろんこの意見も賛否両論あるんですけど、私はそれが好きで、本当の自分をさらけ出す瞬間って、お互いマッチするというか、それがスタンドアップでしか多分経験できないものかな。ぶっちゃけ話ができるのがスタンドアップではないかなというふうには思ってます。はい、この動画を見て来ましたよっていうのは一杯私が買うので、いらっしゃってください。はい、というところで、話の中で面白かったのが、日本のお笑いとか漫才って確かに構造が単純で、言語的な脈絡がなくても理解できるような漫才あったりとか、逆にこれ知ってたらもっと面白くなる漫才があったりとかしてて、グラデーションがあるようなイメージ。で、アメリカのスタンダップコメディはもう全然別の軸で、どこまで時事だったりとか、その深い話、踏み込んだ話を面白くできるのかっていうところで、ちょっと韓国の話は今日少なかったんですけど、文化の違いが分かって面白かったです。というところで、こちら3回にわたってヒゴンさん、いろいろお話聞かせていただきました。僕は勝手にお願いして、この取材に成り立っているので、感謝しております。ありがとうございます。ヒゴンさんの SNS はそのコメント欄と概要欄に貼っておくので、スタンダップコメディとかヒゴンさんに興味ある方はぜひ覗いてみてください。はい、以上で動画を終わりにします。パクでした。アンニョン。アンニョン。ありがとうございました。